想像してみてください。8頭の荒れ狂う猛獣を1980年代の旧式な電卓たった1台で同時に手なずけようとする光景を。しかも、その檻として用意されたのは、重厚な鉄の檻ではなく、ステレオスピーカーと自動伴奏ボタンがついたペラペラなプラスチック製のケースだったとしたら。ええ。しかし驚くべきことに、これは単なる例え話ではないんです。ないと。はい。1980年代後半にカシオ計算機が実際に挑んだ、極めて真面目でかつ狂気に満ちたハードウェア開発の真実なんですね。なるほど。あなたが今夜耳を傾けるのは、カシオの果てなき航海の記録です。もしあなたがこうした時代を彩った名機たちの背景にある歴史や技術者たちの深遠なドラマに静かな興味を抱かれるのであれば、私たちの探求を応援していただける方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。あなたと共にこの深遠な歴史を紐解いていければ幸いです。計算機メーカーとしての数学的アプローチで、CZ101 や CZ1 を生み出し、高値の花だったデジタル楽器をストリートや卓六人の手へと見事に解放した彼ら。ですが、その先に待ち受けていたのは、デジタル特有の線の細さというあまりにも巨大な壁でした。そうですね。この音の細さという壁に対してカシオは、計算機屋ならではの、非効率な物量作戦でデジタルの限界に真っ向から挑んだわけです。その結晶が HT6000 という機材になります。本日はこのモンスターマシンに込められた、不器用な真実と、その直後に時代が突きつけた美しすぎる魔法という残酷なルール変更について深く探求していきましょう。カシオがなぜそんな狂気のモンスターマシンを作らねばならなかったのか。当時の純粋なデジタルシンセって、プロの現場では音が細いとか冷たいってかなり敬遠されていたんですよね。ええ、でも素朴な疑問なんですが、デジタルってノイズがなくてクリアなわけじゃないですか。それがどうして音楽の現場ではマイナス評価になってしまったんでしょうか。それは純粋なデジタル波形が数学的にあまりにも完璧すぎたからに他ならないんです。完璧すぎた。人間が心地よいと感じるアナログ回路のシンセサイザーには、実は多くの不純物が含まれているんですね。回路特有の予測不可能な揺らぎであったり、あるいは電源ノイズによる微細な歪みであったり。なるほど、ノイズが。はい。プロのミュージシャンたちは無意識のうちにその不純物を音の太さや温かみとして知覚していたわけです。濁りのない純粋な音が人間の耳にはかえって不自然で冷たく響いてしまう。そこで当時の市場では、コルク DW8000 や米国のエンソニック ESQ1 といった初期のハイブリッド機が大きな成功を収めていました。ハイブリッド機。ハイブリッドということは、デジタルとアナログの融合ですか？そうなります。立ち上がりの鋭いシャープな波形はデジタルで作り出し、それを最終的にアナログのフィルター回路に通すことで音に太さと温かみを与える。いわばいいとこ取りの構造ですね。なるほど。カシオにとって次なる仮想敵はこのハイブリッド機が築き上げた壁だったんですね。そこで彼らはプロと家庭用の中間層を狙う SD 音色を搭載した HT シリーズを展開し始めると。SD とはスペクトルムダイナミックの略称ですよね。そうです。HT700、HT3000 といったモデルですね。デジタルの細さを克服するために彼らはどんな手法に出たんですか？一言で言えば圧倒的な数の暴力です。HT6000 は1つのボイスにつき、なんと4つの DCO を割り当てました。4つもですか？この機材は8音同時発音ですから、内部では合計32機もの DCO が一斉にうなりを上げることになります。32機。いやいや、ちょっと待ってください。それってピアノの音にストリングスの音を重ねて分厚くするような単なる音色のレイヤー機能の話じゃないんですよね。違います。複数の異なる楽器の音を重ねるのではなく、一つの音の素体を作り出すために4つの波形を物理的に真っ向からぶつけているんです。物理的にぶつける。当時の一般的なシンセサイザーが、1音につき1機か多くて2機の発信機だったことを考えてみてください。カシオはコーラスなどのエフェクターで音を広げてごまかすのではなく、発信機そのものの純粋なエネルギーで極上の厚みを作り出そうとしたわけです。つまり根本的な発声のパワーが常識外れだったと。さらに恐ろしいのは、その大量のデジタル波形を受け止めるフィルター部分ですよね。そもそもアナログフィルターを8つも独立して積むのって何がそんなにやばいんですか？それはアナログ回路は生き物だからです。
HT6000 には新日本無線製の純粋なアナログフィルター NJM2069 が8機搭載されています。はい。アナログ部品というのは温度が数度変わるだけでピッチやフィルターの効き具合がじりじりと狂ってしまうんですよ。ということはライブ会場の熱気なんかで機材が温まってきたら8の音の鳴り方がそれぞれ勝手にバラバラになっちゃうってことですか？まさにその通りです。だからこそ機材内部のコンピューターが常にそれら8のアナログ回路の挙動を監視し、リアルタイムで補正し続けなければならなかったんです。いわゆるキャリブレーションですね。監視し続ける。ええ、冒頭であなたが言った8頭の暴れる猛獣を一つの冷徹な電子頭脳で手なだけるというのは、まさにこの過酷な維持管理のことを指しているんです。凄まじい執念ですね。この HT6000 の使用書を見れば見るほど不可解な点が多いんです。心臓部であるデジタル発信機 DCO の解像度が4ビットで処理されているとあります。はい、そうですね。当時の標準的な CD ですら16ビットですよね。なぜカシオのようなトップレベルの計算機メーカーがわざわざこんな極端に低い解像度を採用したのでしょうか？やはりコスト削減ですか？そのコストの問題というよりも、これは圧倒的な数を制御するためのハードウェア的な苦肉の策だったと推測できます。当時の限られた演算能力で、これほど大量のオシレーターを同時にリアルタイム制御するためには、一つ一つのデータ処理を極限まで軽くする必要があったんです。なるほど。4ビットということは情報量として表現できる段階がたったの16ステップしかないということですね。その通りです。この16ステップという制限が波形にどのような影響を与えるか想像してみてください。はい。本来低音域の豊かなサウンドを作るためには、滑らかで美しい曲線を描くサイン波、つまり制限波が必要です。しかし、たった16個の直線のブロックだけで丸い円を描こうとすれば、どうやっても角張ってしまいますね。ギザギザの階段状になってしまうわけです。ええ、滑らかな音を出したいのに、ハードウェアの演算能力が追いつかず、どうしてもノイズを含んだ荒々しい波形になってしまう。計算機屋としては、これほど屈辱的な工学的破綻はないかもしれません。ところがこの計算しきれなかったデジタルの粗さが思わぬ副産物を生み出します。HT6000 にはデジタル発信機の後に8機の完全独立したアナログフィルターが搭載されていました。アナログフィルターは、電気信号の特定の帯域を削り取る役割を果たします。ギザギザの鋭い角を持った波形がフィルターを通るとき、まるで粗い目のヤスリで木材の角を削り落とすかのように、高音域のノイズ成分が物理的に削り取られていくんです。なるほど。このデジタルの不完全な角が、アナログ回路の抵抗とぶつかり合う摩擦の過程で、非常に独特な温かみや意図せぬローファイ感を生み出しました。デジタルの限界が生み出したエラーがアナログ回路を通過することで結果的に太さや味に変換されてしまったと。まさに破綻が味になったわけですね。ええ、そしてもう一つ、資料の中でどうしても見過ごせない恐ろしい記述があります。64種類の波形の中に隠されたリングモジュレーションという機能です。これオシレーター4の波形がオシレーター3の波形を直接殴ると表現されていますが、一体何が起きているんですか？リングモジュレーションというのは、2つの異なる周波数の波形を掛け合わせることで、元の波形には存在しなかった複雑な非整数倍音、つまり金属的で不協和な響きを作り出す技術です。はい。HT6000 では、エフェクターのような後処理のお化粧で音をぼまかすのではなく、オシレーター同士の波形を文字通り物理的に激突させて、その破片から複雑な音色を生成しようとしたんです。その物理的な摩擦と振動が結果として誰にも真似できない推進力を生み出している。計算機屋の狂気すら感じます。32機もの DCO、8機の完全独立アナログフィルター、そして波形同士を衝突させる変態的なリングモジュレーション。内部構造だけを見れば、これは間違いなくプロフェッショナルがうなる世界最高峰のモンスターマシンです。ですがここからがカシオの本当に不器用なところなんですよね。この凶暴な中身を持った怪物をあろうことか家庭用の革で包んで販売してしまった。ええ、HT6000 の筐体は、プロの過酷なツアーに耐える重厚な鉄やアルミではなく、極めて軽量なプラスチックで作られていました。驚くべきことに本体の両サイドにはステレオスピーカーまで内蔵されています。さらに指一本で伴奏できる自動伴奏機能カシオコードまでご丁寧に搭載されている。そうなんです。なぜこれほど凶暴な狼をわざわざ家庭用の羊の皮で包んでしまったのか。やはりそこにはカシオならではの真面目さがあったんです。
プロ用の重厚なボディとラックマウントで勝負していれば天下を取れたかもしれないのに、自らその可能性を狭めてしまった。この不器用さにはある種の執念すら感じますね。おっしゃる通りです。それは、ホームユースの延長という命題をバカ真面目に守り抜いてしまったからです。なるほど。マーケティングの文脈に合わせて再定義することができなかったんですね。その結果、海外マニアから今でも醜いアヒルの子と呼ばれています。醜いアヒルの子ですか？ええ。しかし、この圧倒的な内部スペックとそれに全く見合わない外観を持つちぐはぐなモンスターが、いざ世界へ羽ばたこうとしたまさにその瞬間、音楽業界のルールそのものを往復する残酷なゲームチェンジが起きます。HT6000 が発売されるわずか4ヶ月前、1987年3月のことですね。楽器史を根底から揺るがす歴史的な名機、ローランドの D50 の登場です。D50 ですね。以前の探求でも触れました。はい。D50 がもたらした LA 音源と内蔵エフェクターという組み合わせが、シンセサイザーの評価軸を根本から覆してしまいました。カシオが発信機やフィルターという楽器の喉仏を物理的に鍛え上げている間に、ローランドはエフェクターという最強の空間演出を本体に組み込んだわけですね。D50 の LA 音源は単なる魔法ではなく、人間の耳が音の出だし、つまりアタック部分で音色を判断する性質を巧みについたものです。アタック部分にだけ本物の楽器の録音データを使い、残りの持続音はシンセで補うことで圧倒的なリアリティを生み出したと。その通りです。鍵盤を叩くだけで、まるでコンサートホールにいるような極上の響きが広がるわけです。楽器の良し悪しを決める基準が、発信機の物理的な太さから空間を含めた心地よさへとすり替えられた歴史的ゲームチェンジですね。戦っていた土俵そのものが一瞬で切り替わってしまった残酷さを痛感します。音の基準が発信機の物理的な太さという事実から、空間を含めた心地よさという演出、魔法へと突然すり替えられたわけですね。はい。この全く異なる2つの思想の戦いは残酷なほど明確に分かれました。D50 が生み出した PCM と合成の融合による観念的なリアリティ。資料ではこれをイデアリテと表現していますが、この魔法は海を越え世界中のヒットチャートを席巻しました。対するカシオの HT6000 はどうだったのでしょうか？数学的に厳密な波形合成にこだわったカシオの音は、プロフェッショナルから音に色気がない、正直すぎて使いにくいと敬遠されてしまったと言われています。緻密な工学的な正しさが感性を重んじる芸術の世界では冷たさとして受け取られてしまった。ローランドが8ビットの眼ペンに魔法をかけて100点の音を作ったのに対し、カシオの演算による純粋な波形という事実は破れ去ってしまったわけですね。はい。HT6000 が夢見た一つの音色に複数の波形を重ねるというハイブリッド構成は間違いなく現在の王道となっています。しかし当時は歴史的ヒット曲を生み出せませんでした。これは単なる技術の優劣ではなく、芸術分野における効率的な嘘の強さを証明する歴史的転換点であったと言えます。カシオが提示した正解が別のルールの出現によって無回答にされてしまった。技術史の残酷さですね。嘘をつかずに真実だけを突き詰めた計算機屋のあまりにも不器用でだからこそ愛おしい誠実さ、そして美しい魔法で世界を包んだ楽器メーカーのコントラスト、非常に考えさせられます。さて次回はシンセの進化と並行するもう一つの戦場、サンプラー市場について探求します。はい。決して譲らなかった次世代の16ビット時代を予感させる高精細な演算という数字の勝利を武器に乗り込んだ計算機屋の前に立ちはだかる絶対的王者の標準化の壁について、こちらも非常に興味深い戦いになりますね。最後にあなたに一つ考えてみていただきたいことがあります。デジタルエフェクトが無限に、そして完璧な魔法をボタン一つで提供できる現代の音楽制作において、アーティストたちは今あえて過去のハードウェアが持っていたざらついた破綻やバグを求めています。HT6000 は敗北したのではなく、数学的な不完全さが音楽の魂になるという真実に時代よりも30年早く気づきすぎただけなのかもしれません。この事実をあなたはどう捉えるでしょうか？深い問いですね。最後まで共に思考してくれたあなたへ心から感謝します。また次回の探求でお会いしましょう。